幅が約120センチ、長さが約50センチの布があったので、こちらを使ってカフェエプロンを作ろうと思います。端から18センチのところを切り取って、長さが約20センチぐらいの布を2枚用意します。こちらをポケットにしていきます。まずはミシンの押さえをジグザグ縫いの押さえに変えて、刃を下ろします。モードをジグザグモードにして、押さえを上げて、周りの布端が糸がほつれないように縫っていきます。入り口以外の3辺をジグザグミシンで縫っていきます。モードを普通モードに戻します。押さえを上げて取り替えます。端から5ミリ程度ぐらいの幅を爪で跡をつけ、第一関節ぐらいの長さのところをさらに折り込んで三つ折りにします。返し縫いから始めて、こちらがポケットの入り口になります。両方縫います。横側をやはり5ミリ程度内側に折り込んで、爪で跡をつけておきます。3辺同じように跡をつけておきます。では本体の端っこの部分を縫っていきます。やはり5ミリ程度のところに爪で跡をつけて三つ折りにしていきます。こちらをまっすぐミシンをかけていきます。最初は返し縫いをします。反対側も同じように5ミリ程度のところを内側に折り込んで、爪で跡をつけ三つ折りにします。最初は返し縫いにしてまっすぐ縫っていきます。今度は裾の部分、こちらも5ミリ程度の幅のところを爪で折って三つ折りにしていきます。裾のところは跡がつきにくかったので待ち針を使って留めました。最初は返し縫い。生地が厚いので慎重に進めてください。あとは普通に縫って大丈夫です。最後も返し縫いをします。生地が厚いのでゆっくり慌てないで丁寧に縫ってください。ではポケットのつける位置を決めていきます。真ん中から10センチ、真ん中から10センチ、上から
11センチ、上から11センチのところがポケットのつける位置になります。待ち針で留めていってください。待ち針の留め方は中心から外に向かうように留めてやると扱いやすいです。両方とも同じように待ち針で留めていきます。はい、入り口のところはほつれやすいので三角形に縫っていきます。まずは返し縫い、それから前に進んで、針を落としてから押さえを上げて方向を変えます。で、押さえを下ろして針を落として、で押さえを上げて布を向きを変えて、そして縫っていきます。端から2、3ミリのところを縫っていきます。向きを変えるときは針を落としてから押さえを上げて向きを変えます。はい、最後また入り口のところなので2、3目縫います。向きを変えて三角形になるように縫っていきます。最後はちゃんと返し縫いをしてから外します。こんな感じになりますね。ではちょうどいい紐があったのでこちらを使っていきます。長さがだいたい180センチぐらいですが2メートルぐらいあるといいと思います。中心線を本体と紐と合わせて端っこに合わせていきます。裏側にして待ち針で留めて縫っていきます。最初は返し縫い、こちらも端から2、3ミリのところですね。で、表に返して待ち針で留めて最初は返し縫い、こちらは表面になるので糸がグレーの糸があったらそちらに変えてから縫った方がいいと思います。最後は返し縫い。はい、いよいよ仕上がりました。こんな感じですね。後ろで交差して手前で結ぶ。ちょっと短いのでやっぱり2メートルぐらい長さがあるといいと思います。肩結びでも OK です。